はい、それじゃあ、ザ寝起きみたいな顔してんのやめてください、本当に。一世のせこんにちは、ひまひまです。今回ですね、今日は、私の髪の巻き方講座していきたいと思います。というわけで、私はですね、どういう髪の巻き方をしてるのっていうコメントをたくさんいただくんですね。本当ありがとうございます。これは結構綺麗に巻かれてると。TikTok とかぜひ皆さん見てください。こういう巻き方。韓国風巻き方ですね。はい。この韓国風の髪の巻き方をどうやってやってるのかっていうコメントをたくさんいただいたので、今回は初公開していきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー！はい、というわけで、ひま流韓国風巻き髪の作り方です。じゃあ早速やっていくんですけど、まず私はこうやって三面鏡で横を見えるようにしないとね、難しいのよ、なかなか。こうして、こうすればいいか。というわけで早速やっていきます。まず用意するものは、じゃん！コテ 45mm です。38mm も 32mm も持ってるの。でも、45mm にしてからなんかすごく綺麗で、髪がね、すごく長いんですよ、私。そう、これぐらいなんですね。だから、長い方は 45mm。で、多分ここまで長くない方は 38mm とかでもいいと思います。まずなんですけど、髪を上下に分けます。2段に。で、2段に分けたら、しずくちゃん。これを留めます。OK。まず、これ温度は180度に今は設定してます。結構高いから、傷んじゃうのが怖いよっていう方とかは、もうちょっと低くてもいい気はする。なんかよく皆さんされるのは160度とかだよね。なんですけど、160度もいいんだけどさ、160度だと取れちゃうから、湿気が多い日とかはちょっと温度高めでやってます。まず、内巻きにします。すべて。毛先を内巻き。こういう感じです。内巻きにしないと、巻き残しがあったりとかすると結構毛先まで綺麗に巻けることがたまにない時があって。で、巻き残しした感がすごいね、目立っちゃうから、巻いてる方が綺麗、毛先は。一旦毛先くるんと巻けました。そしたら、だいたいここを3つぐらい、3束ぐらいに分けて巻くんですけど、まず左ね、自分の左側の髪は右手で持つ。で、この持ち手側をこっちですね。こっちじゃなくてこっち。コテを自分に刺す感じね。で、まずこのちょっと、ここら辺で挟みます。そしたら、いくよ。こっちに、くるんと。わかりますか？てか、内巻きですね。だって髪の毛が外側に来るから。で、こう下に下げます。グイーッと。挟みながら。で、持ってきたらもう一回上にぐるぐるぐるっと持っていきます。で、ちょっとここが温まるぐらいまで。これほんと気をつけてください。で、そしたら縦に抜いて、で、下でまた横に向きます。で、ちょっと型をつけて、スッと抜く。こんな感じです。本当にこんな感じなんだもん。そう、これですよね。形的に綺麗なの。じゃあもう一回やってみます。皆さんこれ本当に、結構向きとかが複雑だと思うんですけど、頑張ってください。説明の仕方がめちゃくちゃ難しい。多分でも真似をしたらいけると思います。巻いてたことね、巻いてないとこ混ざんないように気をつけないと。じゃあ2束目もいきましょう。これをこっち側に、自分側に。で、ちょっと下にずらして、こうですね。はい。
こうです。で、ゆっくり下にずらして、また上にくる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 っと。で、ちょっと押し当てたりとかして、ちょっと髪の毛熱くなってきたなぐらいで、下にクックッと下げて、最後横で地面と平行に抜いていく。こういう感じです。でもめっちゃ簡単でしょこれ。すごい簡単なんですよ。習得すれば。グッグッとして最後はギューッと持ってってたるませてっていう感じです。はい、全部こんな感じで巻きました。じゃあ次はこっちも右手でこう持っちゃいそうになるんですけど、左右対称にするのはこっち左手で持ってこの小手が自分に向く感じです。こっちも。で、じゃあ右側のもやっていきます。最初ね、私右利きだから左で持つのめちゃくちゃ慣れなかったんですけど、ずっとやってたら慣れてきた。で、こう巻いた時に、この紙ペロンってなんじゃん。これが手前、こっち側になるようにする。これがこっちじゃなくてね。左の時もそうだったんだけど。そしてここも縦に抜いて、最後下は横でたるませて、で最後にシュッと抜く。こういう感じ。これで左右対称になります。これを何回もやっていく。ただね、左ってやっぱ慣れないね。本当に左手。そうだから右の髪の毛やる方が苦戦する、いつも。でも急いでるときはもっと早くやります。これを右。で、こう下に下げて、です。もう一回いきますよ。見ててください。これ。ほんと気をつけてください。こう挟んだら、ちょっと下に持ってって、ぐるっと巻きます。横ね。で、これを下までパカパカしながらずらしていきます。で、今は髪が長いから 45mm のコテを使ってますけど、もうちょっと髪が短い方とかは 38mm とかでもいいと思います。ただ、このね、ゆる巻きっていうのが 45mm はできるから、ゆる巻きが好きなのね。ゆるふわ巻きが可愛くてさ、今はクレイツのコテを使ってます。結構メイクさんとか美容師さんとかも使われてるから、まあ王道なコテではあると思います。OK。というわけで下の段が出来上がりました。こういう感じ。良いと思いますよ。そしたら上の段なんだけどこう取るじゃん。そしたらこれが上の段なんですよ。ね。そしたらこれをまず半分に右と左で分けて、これを巻いてないのが分かんなくならないようにしなきゃいけないから、巻き残りとか嫌じゃん。止めとく。よし。で、この子たちも最初にこうですね、下をくるっと巻い
で毛先をくるんってさせてから、じゃあもう一回いきますよ。挟んでくるっと。でこの時もほら右の時もこれが前になってるでしょ。でこれでスーッと下げてきて、またぐるっと、まあ大体この目の横ぐらいですかね、上の段は。でこう縦に抜いたら最後横にくると、おーっと形をつけて、取る。こういう感じですかね。こういう感じですかね。もう一個の方も上はね2束に分かれてます。上の2束を最後巻いていく。よし、じゃあこれも下を肩をつけます。でぐるっとしてもうこの繰り返しですね、完全に。これだけなのよ。それで言うと巻き方って言ってもね。だから今まで結構巻き方を紹介してくださいみたいな、なんで紹介しないんですかみたいな声をたくさんいただいてたんですけど、これしかないからさ。でもね、下の一番下のところとかこれちょっとまっすぐでくるんってなっちゃったの分かります？ここがだからここの間もさくるっとさせたいから、そういうとこは追加でこうやって巻いたりします。巻き足りないなってこう結構追加でもうやっちゃう。こことかもさめっちゃまっすぐじゃん、こうやって。だからここももっと上から巻きたいなって思うから、そうなんかちょっともうちょっと巻けたらいいのになっていうとこは繰り返し巻きます。めっちゃ早くやったらこんな感じで、ここはこう巻いた時にひし形になっててほしいじゃん。ここがちょっと膨らんでほしいの、こうやって。だからこそここはもっと上らへんから巻いてる。後ろとかはそんななんか上から巻いてないんですけど、だからこういう感じになってるかも。なんか今 TikTok とかで見たら巻きで可愛いなっていうのを真似する感じです。いつも参考にしてる、こういう感じですね。じゃあこっちもやっていきましょうか。こっちもこう分けて、くるってするときはね普通にもう何でもいいんです。向きとか関係ないし。でじゃあいきますね。左手で持って挟んで、このね、そうやっぱ横の髪はひし形にしたいから、なるべく上の方から巻いていきます。こうやって上から、コテがね上から巻いてるでしょ。で持ってって最後ギューッとこういう感じです。そしたら上から巻いたらほらここが膨らむじゃん。これがいいんですよ。最後の一束。今日はゆっくり説明しながらやってるけど、いつもなら10分とか15分では終わります。もうね、2束に分けないければもうちょっと早い。5分10分で終わるかも。2束に分けてる時はちゃんと巻きたい時だから。そう時間ない時とかはほんと2束分けない。で、ほんと温まったらこうして、はい、OK。
いい感じじゃないですか？綺麗でしょ？そしたら、ここをね、この横の髪なんですけど、ここね、ここも綺麗になる秘訣で、まずなんですけど、このもみあげ？遅れ毛の部分？ここですね。ここは、このコテじゃ無理だからアイロンとかで丸くします、形を。ちょっと失礼。で、アイロンで、この横の、ここですね。髪を丸くします。こういう感じ。はい。で、こっちもですね。そうしたら、前髪の横の毛、長いところを挟んで、これはこうですね。でです。これで OK。もうこれ。はい、簡単ですね。これも。パカパカを前にして、こう。流れるように。髪とか見て、ここら辺もね、なんか巻きたいなって思ったら、こうですね。ちょっとだけ取って、くるくるくるっと。やって、ちょっとボリュームをトップに戻すのがおすすめです。だんだんね、巻きって取れてきちゃうから、結構がっつりと巻いて外に出るのがいいかも。ちょっと前髪も完成させます。そしたら、じゃん、リファのロックオイルをつけます。色いっぱいあるんですけど、私はこれ R で最後につけます。なんかロックオイルをつけてから本当は熱をね入れるのがいいので、つけてから巻くと落ちにくくなるよっていうオイルなんですけど、それを知ってるんだけど、なんかつけてから巻くのあんまりなんか私は個人的には好みではなくて、だからいつも終わった後につけてます。終わった後にちょっとまとめるためにつけてる。普通のオイルよりはなんかいいのかななんて思って。ちょっと熱が残ってるうちにやるのがいいのかもしれない。あとはなんかワックスとか人気のやつ、ヘアバーム、これめちゃくちゃいい匂いで、これをつけて前髪にもつけて OK。大体は今ね、右だけね、髪かけたりするの、耳に。別に右でも左でもいいんだけどね。右が好き。で、最後にこれ、トリエのスプレーですね。10。めっちゃ強いやつ。これを、特にさ、このひし形、ここをちょっと膨らませるのを維持したいじゃん。だからこうやってやって内側からスプレーかけちゃう。これめっちゃ固まるけどなんかちょうどいいのよね。こうやってやって内側からこうやってこっち髪も揺らしながらスプレーも揺らしながらでスプレーかけます。OK で整えて OK じゃーんというわけで、私流巻き髪の完成です。じゃーん、韓国風ゆるふわ巻きですね。めっちゃいいと思います。
私はこのちょっとくびれ巻きっぽいのがすごく好きで、ここがね、ちょっとキュッとなってて、こんな感じがすごく好みなので、皆さんもぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。いつもこんな感じで、はい、巻き髪を作っています。というわけで、今回こんな感じで終わりだと思います。とりあえず 45mm のコテで、髪が長くない方は 38mm とかで、作っていただけるといいと思います。では、ぜひ参考にしてください。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。こんな感じです。